こんにちは。自然加工チャンネルのくにこです。今回は色について学んでいこうと思い動画を撮影しました。これまで私はペンと水彩のスケッチをしてきて、ペンで描くことがだいたい7割、色塗りは薄化粧程度の、3割っていうような描き方でネイチャージャーナルを描いてきました。長澤誠さんというイラストレーターの方の本に書いてあったからなんですけど、それはですね、絵を描き始めたばかりの初心者に向けたものだったと思います。けれどね、私はずっと今もね、そんなような描き方で色を塗ってるんですよね。とってもね、単純な作業のように同じ色を塗っていることに気がつきました。私たちが見ているものにはあらゆる色があって、それらは明るかったり暗かったり、鮮やかだったり濁っていたり、様々だと思うんですよね。で、写真のようにね、リアルに色を塗ることにこだわる必要はないと思いますが、自分が感じたことをより多くね、表現するためには、色を研究することも大切なのかなっていうふうに最近感じるようになってきました。自然の中には赤、青、黄色、緑、紫、オレンジなどの色の種類があり、絵の具のね、セットの中にあるようなそれらの色を、色相というそうです。私たちは、木は茶色、葉っぱは緑っていう風に単純に思いがちなんですけど、実際には木の幹にも赤みがかった茶色や灰色がかった茶色があり、葉っぱも黄緑や青緑、様々な緑がありますよね。他にもですね、山は緑が多いけれど、遠くの山は青っぽく見えることもありますし、海や川は青が基本だけれど、夕暮れ時にはオレンジやピンクが映ることもありますよね。空はね、昼は水色に見えたり、朝夕はピンクやオレンジ、曇りの日はグレーっぽくなったりもしますよね。で、花や実は赤や黄色、紫など鮮やかな色が多いと思います。で、雪はね、東京ではあんまり降らないですけど、白が基本だけど、影の部分は青や紫に見えたりもしますよね。このように自然の色相は一つではなくって、天気とか時間帯、季節によっても変わりますよね。私たちが普段、これはこの色っていうふうに思っているものも、やっぱりよく観察するとたくさんの色相を発見できると思います。それから葉っぱは同じでも太陽の光が当たる部分と影になる部分では明るさが違って見えます。これが明度っていうやつですよね。光が当たると明るく、影の部分は暗く見える。明度を意識すると立体感のある絵が描けるようになると思います。透明水彩で明度を明るくするには、こんな感じで、水分をね、多くして明るくしていくんですね。白を混ぜるとかではなくって、水の量を調整して、だんだん色を明るくしていくっていうことをします。さらにね、鮮やかな花と枯れ葉を比べると、花はね、パッと目を引く鮮やかな色なのに対して、枯れ葉は少し茶色がかっていてくすんでいますよね。で、これが、彩度ですね。で、彩度が高いと鮮やかになりますし、低いと落ち着いた印象になります。彩度を下げるには、補色を混ぜて、緑であれば赤っぽい色。私は朱色を混ぜるんですけど、そのようにしてどんどん彩度を下げていくことができます。こういう視点で自然を観察すると、普段何気なく見ている景色がまたちょっと違って見えてくるかもしれません。色の混ぜ方も絵を描くときには大切なポイントだと思います。色相関っていうのを聞いたことがありますかね。こういう色を並べてある輪っかなんですけど、これはね、色の関係を分かりやすくしたものだそうです。で、この、色相関を見ると、似た色同士のつながりとか、反対にある色をね、確認することができるんですよね。で、隣り合う色は、自然に馴染みやすい色です。で、一方で黄色と、紫、緑と赤のように正反対にある色はお互いをね引き立て合う補色になるっていうことなんですよね。
自然の中でも、たまに見かけますよね。例えば夕焼け雲のオレンジと青い空だったり、赤い椿の花と緑の葉っぱなんかも補色の組み合わせですよね。絵の具のね、混色っていうのは単純じゃなくって、使う絵の具の種類によっても変わるので、ご自身のお手元にある絵の具を試しながら、やっぱりちょっとずつね、学んでいくっていうのが大切なのかなと思います。で、最後にね、混色についてなんですけど、色を混ぜることで自然の色をもっと複雑に表現できると思うんですよ。例えば枯れた葉っぱの色とか土の色、木の幹の影なんかはね、補色を混ぜて作ることができます。で、私はね、黄緑とかね、緑にバーミリオンヒューっていう、これですね、朱色なんですけど、これをね、混ぜることが多いんですよね。量の加減をすることで、彩度をね、落とすことができるんですよね。でも他にもね、いろんな方法を、補色をね、混ぜてみてね、作ってみて、で、これ使えるんじゃないかなっていうのを研究していくといいのかなと思いますね。私もやっていこうと思うんですけど、透明水彩では黒とかね、白っていうのをね、使わないんですよね。例えば無彩色、つまりね、グレーをね、作りたいときには、補色の青とオレンジを混ぜるとグレーに近い色ができるんですよね。私のね、パレットは、このメタルのパレットは家で使うときにね、面が広いから使ってるんですけど、スケッチに行くときは、この発色の手作りのね、パレットを持っていくんですけど、ここにはですね、小さくて、発色しか入らないので、特にね、自然っぽいグレーを作ろうと思ったら、この青と、この茶色なんですかね。赤っぽい茶色なんですけど、これを混ぜていくとグレーができるんですよ。どうでしょうか。ちょっとこれは、青っぽいグレーですよね。もうちょっと赤を足せば、ちょっと茶色くなっちゃったか。これもね、調整していかなきゃいけないので結構難しいといえば難しいんですけど、普通のね、黒を白っぽくしていったグレーよりもちょっとあったかみがあっていいと思うんですよね。なので意外とたくさん色があると混ぜなくて済むので複雑な色はできないんですけど、こういう風にね、少ないパレットだとどうしても作らなければいけないので、ここにはですね、例えばよく使う黄土色なんかもないので、黄土色だったらこの茶色っぽい赤と黄色と緑を混ぜて作るとか、そういった作業が必要になってきます。できるだけ自分がよく使う色を置いているつもりなんですけど、やっぱり混ぜる必要はありますよね。そんな感じでもっとね、いろんな色をね、試してみたいなっていうふうにも思っていますし、いろんな画材も試してみたいなっていうふうにも考えています。もしね、何かわからないことがありましたら、コメント欄で、ご質問していただければ、また違った動画を作ったり、参考にさせていただいたりしますので、私の知らないこともあれば、コメント欄で教えていただければと思います。はい。それでは、今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。